人人お日様の戸口人人八百万この世の中に800万ほど溢れ返っている照明器具あの手この手で照らしてくれるなるほど便利な照明器具テクニックメソッドレクチャーセミナーノーレッジトレーニングいろいろあるね八百万多すぎ800万多すぎ人工の照明アーティフィシャルライト照らせる範囲が限られてるね人工の照明アーティフィシャルライト電池が切れたらはいもうおしまい人工の照明アーティフィシャルライトお日様が昇ればお役目ごめんさ人工の照明アーティフィシャルライトお日様はいつもたった一つで照らす範囲広い寿命やたら長い人人お日様の戸口人人お日様の戸口これからはお日様の戸口になって自ら照らす自ら晴らすなんてのはどうだいこの世界トレジャーじさんナチュラルライトナチュラルライトで全部オーライトやっほー相変わらず風呂上がりのトレジャーじいさんだよゆるゆるだよ本日のトレジャーは3つの公害3つの闇あらゆる問題の根源はということでポイントは3つあります昨日お話ししたように1つ人は言葉を用いるようになった1つ奴隷ごっこ脳内奴隷制度2つ人は直立二足歩行をするようになったその結果半径ポツン3つ目は人は道具を受け継ぐようになったその結果命の使い捨て何を言っているのかそれぞれ大きくつながってくると思うので聞いてみてください一つ目まずはねわしらはね人類はね言葉で定義した通りに遺伝子がスイッチオンになるっていう不思議な生き物として育ってきてしまったそこで夢は叶うこの夢をこういう具合に叶えていくぞそして力は開くこういうふうに力を開いていくぞっていうふうにそういうふうに思えたら力がどんどん開くんですそして逆に自分はどうせできないからな頑張ってどうせできないから努力してこういうことをしなくちゃいけないできないって言っておいてしなくちゃいけない先週お話しした脳内奴隷制度ですねこれでがんじがらめになって脳内のほんとちっぽけな I have to っていう情報で体をボロボロにしてしまう人たちが現れたこの奴隷制度って映るんですドリームキラーになったままこうしなきゃいけないああしなきゃいけないカチコーンってなっていく頭がこの脳波って子供たちに映るんですねこの脳内の闇闇って言います名前で名前が闇になる名前で世界が自分が闇になってしまう名前ってのは言葉ですね言葉のせいで言語のせいでねどんどん頭の中に名前の闇悩みが溜まっていってしまうそっちの方向に人類は行っちゃいかねないんだな大変だねこれどんどん感染するのでほとんど公害の世界です。どういうことかって言ったら子供たち周りの大人たちがみんな I have to お前のために頑張ってご飯を作ってあげているんだ本当はたくさん寝ていたいこの私がお前のために頑張って自分がしたい夢諦めてお前を育ててやったんだからねってそういう具合に子供がずーっと言われてたら影響を受けますよね子供たちも I have to になりますよね映るんですほとんどこれってみんなが共有しちゃってる I have to 脳内奴隷制度郊外なんですねそして2つ目わしら上半身がフリーになって2本足で歩いてるその代わりフリーに動き回るとは限らない I have to って頭で考えちゃうと頭で命令された通りに首肩カチコンって固めたままでこうしなきゃいけないああしなきゃいけないね周りの命とねずーっとむつみ合ってわしらもともと心地よい方へ向かって生きてきたはずだった命はいつでも心地よい方へ向かって生きてきたはずだった
ところがこうせねばああせねばで首肩がこわばってしまうと感覚して楽しめなくなる。こういう話ありましたね。しましたよね、この話。物事を感覚して楽しめなくなる。見ても聞いても言葉を話しても楽しいっていう感じがない。そうするとね、もっと心地の良い方に動けなくなってしまうんです。もっと心地の良い方に動けなくなっちゃった生物っていうのは、周りの命とむつみ合って生きていくことができなくなる。半径ポツンとただ頑張る妙な生物になってしまう。周りの命と一緒にもっと心地の良い流れに乗って、もっと心地の良い方に動いていって育っていってって、これができなくなったままポツン切り離されてね、どっちが心地よいのかもわからないまま首をカチンとさせて生きていく。これ大変ですよね。そしてそういう大人が周りにたくさんいると、当然子供たちみんな影響を受けます。これってほとんどいつの間にか広がっちゃった郊外レベルなんよね。3つ目、受け継ぐ道具を受け継げるようになった。ところが負の遺産ね、やばい道具がいろいろある。一言で言ったら、周りの環境を滅ぼしてしまうような道具、妙な薬物、妙な兵器、殺傷兵器、火の使いすぎみたいなね、人類によって滅ぼされてしまった生物がたくさん地上にいた。変な方に暴走してしまった道具によって、道具を使うことによってね、人はもともとナチュラルケアテイカー、この自然世界、周りの命がもっと心地よい方に向かって手助けをできる、棚心を添えることができる存在だったんですよ。それがいつの間にかね、こうせねばならないって考えて、どっちが心地よいのか分からなくなって、どっちが心地よいのか分からないままいろんな道具を生み出してしまった結果、道具によって自分たちの首を絞めてしまうようになっちゃったんだよ。いつの間にかこの道具のね、命にとって心地いいのか心地よくないのかもう分からない道具の死を、命の立場から言ったらあんまりあってほしいかどうか分かんないというか、むしろなくなってくれた方が嬉しいような道具の死を、これも子供は生まれた時からそういう道具にもし囲まれていたとしたらね、大人たちもどっちが心地よいのかも分かんない、自分が本当に心地よいのかも分からない、だから心地よいことにしておこうみたいにして使っていた道具に囲まれていたら、子供たちもこれは影響を受けまくる。いつの間にかふと気がついたら気づかぬうちに郊外レベルだったかもしれないの。さてここでわしのばあちゃんはね、闇ってな晴らせるでね、3つの宝で晴らせるでねって言ってた。なんじゃそりゃ。3つの特性がある。その結果3つの闇も生まれてしまう。あらゆる問題の根源だ。この3つの闇、3つの公害、これがね、脳内奴隷制度、半径ポツンとしてしまって命から切り離されている。そして命を滅ぼすような道具を生み出してしまう。次の世代に命を受け継げないまま、ついに道具を使い捨ててるうちに命まで使い捨てるようになってしまった。命の使い捨て現象。この3つの公害、3つの闇を人はもともと晴らす力を持っている。その闇を晴らす3つの宝がこのトレジャー3で発信していこうとしている宝物なんですね。いよいよ明日登場します。3つの宝。明日からそろりそろりと今週のうちに登場します。3つの宝。わお、そんな宝があったなんて、ここでって驚いてもいいところかもしれないよ。また明日ね。楽しみにね。